第二次でガズグッタルを追いやったヤーリック。だが二人の英雄が再びぶつからないはずはない。50年の時を経て、第三次アルマゲドン戦役が始まる。ではゴルゴタの戦いの授業をします。いや、第二次アルマゲドンの授業したなら次は第三次だろう。戦後の背景も学んだしさ、第三次で第三次始める覚悟してたんだよこっちは。そういうんじゃねえよ。第二次から第三次の間も気になるだろ。そんなのはプレイヤーで考えてナラティブに遊んでいいと聞いてる。公式にできないことは趣味人が埋めて界隈が続いたんだ。購買力と妄想力でウォーハンマー民の右に出る者はいないと知るがいい。おめえらマジどこの世界から来てんだよ。けどまあおめえらの思うところもわからなくもねえが、この話をする理由がある。なんせゴルゴタの戦いは、第三次アルマゲドンのプロローグだかんな。プロローグだと戦争の前に戦争してるの？プロレスの前座感覚で戦争するのほんま暗黒銀河。そもそもこの戦いは第二次から第三次まで50年の時を経て起こるんだが、この間のガズグッタルは思いっきり戦準備をしてたってわけだ。なんだと？帝国は戦後処理してんのに、まだ遊んでるオルクとお片付けが追いつかない帝国。まあ帝国の戦後処理とヤーリックは大変だったと想像できるね。知ってるか？プライムで唯一抵抗のあったハイブはヤーリックが監修してたらしいぜ。マジか、だから比較的耐えれたのか。こんなとこでも有能発揮してる。さすがヤーリック。なんでももともとアルマゲドン防衛を第二次戦役以前から施してたらしいからな。でもって今回の戦後処理となると、ヤーリックのウルク対策は頼れると分かったわけだ。アルマゲドン全体の防衛のために惑星中を走り回ったのは想像に難くねえよな。アフターケアまでバッチリとは。小一人の存在がでかすぎる。これ左遷したやつほんま大楽者。一方ガズグッタルの方は準備をバッチリ決め込みやがった。確認されていない場所でも、オルク被害の中にガズグッタルがいたという噂もあれば、帝国の巡洋艦をワールドキラで海賊行為で役立たせたとも言われてる。ガズグッタル率いるグリーンスキンたちはそりゃもうどんどん戦力を増やし続けた。こっちはこっちで驚異的な損害を出してきやがるな。敵将一匹逃すだけで第三次小一人の重みが伺える。何よりでけえのは大ボス、ナズドレクと組んだことだろうな。ナズドレク？オルクの種族の中でも金持ち連中、バッドムーン種族の大ボスでな。全オルクをもってしても、賢さと汚さを兼ね備えたボスで有名だ。悪名高い割にガズグッタルの方が有名なんだな。いやこいつは戦より金に執着してやがんだ。もしこいつの財力で戦しようもんなら、ガズグッタルに匹敵するわと言われてる。帝国にとっては幸運かもしれん。でもこいつは10回以上帝国をぶちのめしたらしいだよ。その際、帝国からスキュラと呼ばれるスペースハルクを、なんと制御してるらしい。スペースハルクを制御だと？あれって宇宙の残骸の塊だよね。宇宙を漂うくらいしか無理でね。実際に俺もこいつ以外、ハルクを制御できたやつは聞いたことがねえ。せいぜい混沌が乗り込んで浮遊したり、ジーンスティガーが住み着いたりとかだろう。なんで宇宙初の偉業をオルクが成し遂げてるんだよ。知れば知るほど脅威ドマスは、一生仲間内で争っててくれ。そうしてさらに力をつけようとしたガズグッタルは、資源豊富なゴルゴタ聖域へ向かうわけだが、ヤーリックの方は時間をかけてようやくガズグッタルを追いかけ始める。この時、ガズグッタルを帝国の敵とみなしていたブラックテンプラーもいた。ブラックテンプラーって確か、スペースマリーンの船団だったな。船団全員が帝国を見本にしたかのような狂信者集団、とまで言われる方々。元ネタ絶対十字軍だよな。そうだ、そのため帝国最大輸出国に、泥塗ってケツまくったガズグッタルを許すはずねえ。おっかねえことにその遠征を率いたのはあのヘルブレストってとこよ。は？ちょっと待て。ヘルブレストってウルトラマリーンのカルガーみたいなもんだよね。その通り、ブラックテンプラーで一番偉いのがヘルブレストだ。チャプターマスターに目をつけられるとかやばいな。それだけ脅威認定されたのか。ガズグッタル終わったやろ。そんで遠征してたとこを、どういう経緯かヤーリックと出会い、同行を許したってわけだ。これわかったな。第三次始まる前に肩がつく。さよならガズグッタル。でもってゴルゴタで暴れてや、ガズグッタルの噂は星々をまたぐのも仕方ねえよな。ついにヤーリックとヘルブレストはガズグッタルを捕捉し惑星に降り立った。最近カジュアルに使いすぎだろ。だが帝国の領土であったゴルゴタは、すでにガズグッタルの手中にあった。さすがに遅すぎたか。帝国は気候連隊によって奇襲をかけるも、装備を整えたオルク軍は、ストンパやガルガンと、ハテやナズドレク軍の新技術によるアーク攻撃の数々により、たった数週間で帝国軍は制圧されていったと言われてる。たった数週間。第二次戦役でも数年かかったのに明らかに力を増してる。追い詰められた帝国だが、ヤーリックは自身のベインブレード、フォートレス・オブ・アロガンスで対抗する。ヤーリック専用ベインブレード。公式販売してないのでベインブレードをいじってお使いください。ヤーリック乗せたら出来上がりです。あ、でもこの戦いで大破するから。フォートレス・オブ・アロガンスこうして帝国はあっさり敗北し、ヤーリックはオルクに捕らえられる。ちょっと待って、ブラックテンプラーは。そうだよ、まさか全滅したの？ガルガーいるようなもんなのにこの負け方はおかしいでしょう。ああ、それなんだが、ブラックテンプラーのゴルゴタでの行動が一切記録されてねえんだわ。
っと待て、じゃあ何か？ブラックテンプラーはこの時何をしてたかって。ああ、全然わかんねえんだ。いや、戦団長直々に書き込みに行ってるんでしょ。男女は惑星軍事掌握して二次戦役を勝利に導いてるんですよ。そうだな。それくらいの活躍してねえと普通じゃありえねえが、マジでゴルゴタの戦いでは何してたかわかんねえからよ。そこもプレイヤーで保管しろというのか。戦団長をプレイヤーで止めろとか何ポイント戦させようとしてんのさ。そんなん求めるから日本でウォーハンマープレイヤー増えへんねん。確かに強戦的なブラックテンプラーを止めるのはグエリマンでも悩むくらいらしいぞ。その戦団長を止めるとなったらもう皇帝陛下しかいないだろ。ああ、でもブラックテンプラーの連中は皇帝の夢とか幻影見るとか言うからな。ああね、確かにライブ中に皇帝陛下見える気するしわかる。なのでワンチャン夢に皇帝が現れたとかなら止まるな。それで止まらない帝国民いないでしょ。皇帝陛下、ヤーリックがピンチですよ。助けに行かなければよく見ておきなさい。これから起こることを嫌見るだけならわざわざ遠征しなくていいじゃないですか。いいから。会話のレベルが低すぎる。そんなわけでヤーリックは捕虜となってしまうわけだ。ブラックテンプラーのことは忘れよう。きっと皇帝陛下で忙しいんだ。資料ない奴に用はない。捕まったヤーリックは、オルクたちにとっては敵も敵、地獄が始まる。オルクたちの捕虜になった者は強制労働をさせられる。オルクたちの罪プラをペイントさせられているだと。あの量を一人でやれっていうの。しかもオルクに監視されながらなんて。敵の戦力のために働かされる苦渋。やる気が出るわけもなく反抗的だったに違いねえ。オルクたちにめっちゃ怒られてる。ペイントミスしちゃったんだ。パワーフローでペイントするから。強制労働だけでねえ。凄惨な拷問も受けたと聞いてる。そんな、目の前でミニチュアゲームされてる。これは真綿で締め付けられるような感覚。古代テラより続くミニチュアトーチャリング。この拷問と過酷な強制労働は、数週間続いたと言われてる。ああ、アルマゲドン開封式されてる。そんな、予約していた趣味人の楽しみを目の前で奪われるなんて、見損なったぞオルク。おそらくこの後同風のインペラトール作戦も朗読されたに違いねえ。全趣味人が発売日に楽しみにしていることをネタバレしやがるなんて。残酷すぎる。こんなのもう見てられないよ。これが暗黒縁未来の拷問なのか。皇帝陛下、ヤーリックを助けに行かせてください。ならぬ、これから物語が面白く。ヤーリックにとって試練なのだ。今面白くとか言わなかった。だがヤーリックは決して折れなかった。捕虜たちを集め決起させ、反乱を起こして脱出する作戦に出た。すげえなヤーリック。あんな拷問受けてまだ立ち上がれるなんて、何の趣味人ならウォーハンマーやめるかもしれないのに。だが虚しくも反乱は鎮圧され、ヤーリックはガスブッダルの元へ連れ去られる。万事休す。もっとひどい仕打ちを受けちゃう。シェードコントラスト禁止のメタ2000ポイントフルペイントさせられる。あるいはファインキャストバトルフォース組み立てとか。聞いてもないのに俺設定をガンガン聞かされるかもしれない。黒サフの上から黄色カラーを濡らされるとか。ウォーハンマーを拷問みたいに言うな。皇帝陛下。ところがガスブッダルはヤーリックを痛めつけるどころか。面白い敵ってのはそうそう見つかるもんじゃねえ。あいつは生かしておいた方が楽しめそうだからな。そう言ってな。バカな。敵をそんな理由で逃がすのか。生粋の戦好きじゃんか。オルクの分際で。わかったか？ヘルブレヒト、こうしてゼノを知ったヤーリックはさらに強くなる。ただ敵を圧殺するだけでない、そういう強さもあるのをお前にも知ってほしかったんだ。皇帝陛下。皇帝陛下、何ですか？その額の GW というのは、いけね。皇帝陛下を名乗る不届き者め。というわけでブラックテンプラー不在の中、帝国に戻ったヤーリックはすぐに軍を編成してゴルゴタ聖域へリベンジしに行った。とはいえ時間を与えたからな。ガスブッダルはすでにおらず、万全の準備をしたヤーリック率いる帝国軍は、無事ゴルゴタで勝利する。あっさりすぎない？まずヤーリックは前回と違い、オルクの戦力を完全把握していたこと。有効的な戦力として、メカニカスを味方につけて最終兵器まで持ち出した。そういやブラックテンプラーは今回は不参加だった。何のために参加させたんだよ。間違いなく GW と戦ってるよこれ。そんなやつちゃんとして言うといて。当初帝国も敵の本拠地に攻めたわけだから苦戦を強いられたが、最終兵器ができる頃にはあっという間でな。さっきから言ってる最終兵器とはオルディナックスゴルゴタってやつだ。見ての通りミサイル兵器だが、内容がやべえ。強力な賛成を許す兵器満載でな。装甲を焼けただれるわ。肉体を溶かすわでおっかねえことこの上ねえ。聞くだけで怖い。いっそ浄化爆弾落として、ある意味回りくどいのでは？アルマゲドンと同じ理由だろうよ。自然豊富な惑星を丸々焼き尽くすにはもったいねえ。オルク相手に部分的浄化をするための兵器だったんだろうよ。なるほど。でもこいつが拠点にぶっ飛ばされて帝国勝利ってわけだ。全然楽しい戦になってない。ミニチュアゲームでやったらクソゲーだよ。ガスブッダルどう思ってんだろ。幸いボスはいませんでしたからね。とはいえこの凄惨な光景、ヤーリックを逃がしたのは良かったのかと悩まされます。派手な戦になったとは思いますが、ミニチュアゲームでこっちが勝ってる時に拠点確保してる部隊が謎のルールで全滅、なんてとんでもないクソゲーではありませんか？おっしゃる通りです。まだターミネーターが重心攻撃
撃で拠点に降ってきてくれた方がマシですよ。帝国はそのうち戦する友達いなくなるでしょうね。現場のオルクさんありがとうございます。だがまあ結局完全浄化はできず、再発したオルクたちによってこの惑星も戦場となる。第二次アルマゲドンと同じこと起こってる。やっぱオルクに乗っ取られたら浄化一択なんだね。正しい世界は灰の向こう。それが帝国ブルース。とまあ、これがアルマゲドンの前哨戦、ゴルゴタの戦いってやつだ。勝ったのに被害が出てるのは相変わらずだな。誰も得してない。ほんま戦争は何も生まんわ。ああ、だが一番の被害者はオルクでも人類でもねえ。何？スクワットと言われる宇宙ドワーフだ。話が2点3点すぎる。今日の授業なんなの？視聴者さん頑張ってついてきて。スクワットというのは今のリーグオブボータンのひな形でな。この惑星ゴルゴタもスクワットの惑星だったんだ。だが班が変わって法定系の設定、特に帝国の世界観が出てくるにつれてややこしくなった。4班になる頃にはスクワット軍勢が設定よりなくなるという珍事にまでなってな。惑星浄化よりひどくない CW？ その結果、ゴルゴタの戦いは帝国 VS オルクの話になり、ヤーリックとガスグッダルのライバル関係を育む戦争と上書きされたわけだ。再補完という名の後付けだったんだ。だからしぶしぶだってるんだ。とはいえゴルゴタの戦いはブラックライブラリーで物語が出たり、ゲームのダウンロードコンテンツになったりして一部じゃ人気だ。ほんと、ウォーハンマーって多くの人が作り上げた世界なんだなって。そういうわけだ。ゴルゴタ聖域は未だにオルクたちと戦真っ最中だからな。ミニチュアゲームではぜひ使って盛り上がればいいだろうよ。こうして、ゴルゴタの戦いは、新たな戦の火種として終わった。悲観的に見ればひどすぎる世界観だけど、大ゲームをするには最高の世界観です。なので因縁渦巻くこの惑星で、存分にミニチュアゲームをして盛り上げましょう。